こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回なんですけども、前回の動画でルームツアー、完成した車両、実作キャンピングカーを紹介しようと思ったんですけど、ちょっと1点だけ紹介してないところがあったので、今回はタイトルにある通り、車内の家電の IoT 化ですね。あとスイッチボットの便利な使い方などの紹介をしていきます。よろしくお願いします。ということで、車内に入りたいと思います。車内はこんな感じになってます。ほとんど完成してます。中に入っていきます。はい、車内はこんな感じになってます。こちらは完成した車両紹介、ルームツアーの動画で詳しく紹介していきます。ということで、今回の動画は、車内の家電の IoT 化とスイッチボットや、音声操作するときに使う Amazon Echo などを簡単に説明していきます。あと、スイッチボットを使った、例えばエアコンとかの消費電力を節約できる使い方などを紹介していきます。まずは実際に音声で動く様子を見てください。音声操作できる家電はいくつかあります。まずは天井のライトですね。アレクサ、電気消して。はい。こんな感じで音声で天井のダウンライト、天井照明を操作することができます。音声操作できる家電はすべてスマホでの操作も可能です。アレクサ、電気つけて。はい。こんな感じです。次はスイッチボットを使ったカーテンの操作を行います。アレクサ、サイドカーテン開けて。はい。こんな感じでカーテンも音声操作で開け閉めができます。ちょっとまだ下の重りとかがつけてないんではみ出ちゃうんですけど、これはいずれ修正していきます。カーテンはバックドアのカーテンとサイドのカーテン2箇所音声操作できるように作ってます。2箇所同時に操作することも可能です。アレクサ、全部のカーテン閉めて。はい。こんな感じです。ちょっと最後の方は閉まらなかったりするんですけど、ここにマグネットつけてるので、最後はこうやってちょっと手動で壁に貼り付ける感じになっています。次に音声操作できる場所はこちらのキッチンです。キッチンの中にエアコンをビルドインしてます。こちらのエアコンも音声操作でつけたり消したりすることができます。アレクサ、エアコンつけて。はい。はい、こんな感じで音声操作でエアコンを動かすこともできます。こちらが吹き出し口になっています。で、こちらの上にあるサーキュレーターとして使っている扇風機ですね。こちらも音声操作で電源をつけることができます。アレクサ、扇風機つけて。はい。アレクサ、扇風機消して。はい。今見てもらったように、音声操作およびスマホで操作することができる家電がいくつかあります。で、この音声操作できるようにすることを IoT 化と言います。簡単に説明します。IoT とは家電などがインターネットに接続されることで通信機能を持ち、相互作用可能な状態であることを指すということです。パソコンや携帯などの従来のデジタル機器だけではなく、建物や自動車、家電なども IoT 化によって遠隔操作や音声操作などができるようになるということです。で、IoT 化するためには、いろいろなメーカーさんが出している IoT デバイスを使っていくんですけども、僕はスイッチボットを使ってます。ボットについて簡単に説明します。スイッチボットは世界100以上の国や地域に向け IoT スマートフォームデバイスの企画、製造、販売を行うスマートフォームブランドです。従来の家電を後付けでスマート化できる便利性や自由に組み合わせられる拡張性の高さが評価されているということです。ということで僕はスイッチボットを使ってインターネットに接続できない家電を接続させて音声操作しているということになります。で、こちらに見えているのが Amazon Echo になります。こちらの Amazon Echo、これですね。Amazon Echo を使って音声操作をしています。Amazon Echo とスイッチボットを Wi-Fi で接続して使用できるようにしています。そして自分のスマホとも接続ができています。ですので、自宅にいながら Wi-Fi を通して車内の家電を操作することも可能です。遠隔操作が可能になるということです。あと Amazon Echo を使って、例えば自宅にいながら車内の映像などを見ることも可能です。あと、車内に人が入ってきたらお知らせするような機能もあって、防犯面でも役立ちます。そしてこちらがスイッチボットのハブになります。これはエアコンや照明といったリモコンを
一つにまとめる役割をしてくれます。あと、温度センサーがついていて、例えばエアコンの温度を指定した温度になったら自動でオンにしてくれるといった機能もあります。これを使うとエアコンの消費電力の節約にもなるので、とても便利です。こちらはスイッチボットのアプリになります。先ほど説明したエアコンの消費電力の節約にもなるといったことを簡単に説明したいと思います。スイッチボットにはオートメーション機能といったものがあって、家電を自動で動くような設定が細かくできます。エアコンを例に挙げて説明していきます。簡単な説明になるんですけども、このエアコンでオートメーションの履歴を見ます。で、時間の方を見てほしいんですけど、こちらですね。下から見ていくと、11時50分にエアコンがつきます。で、僕は指定した温度になったらエアコンを消すという設定しているので、12時5分にエアコンが消えます。で、さらに12分後に指定した温度以上になったらエアコンがつくという設定をしているので、エアコンがつきます。こういった感じで、つけたり消したりすることも自動設定で行うことができるので、消費電力の節約になるということです。もう少し説明すると、エアコンはオフタイマーとオンタイマーしか通常ないので、こういった設定はできないんですよ。で、僕の車両についているエアコンで説明すると、1時間で約600ワット電力を使います。ですが、先ほど設定した10分ついて10分止まるを繰り返すと、実質1時間の間動いているのは30分になるので、600ワット消費する消費電力が半分の300ワットになるということです。僕の車両には冷房能力が2キロワットぐらいの強い、6畳ぐらい冷やすことのできるエアコンをつけてるんですが、消費電力が高いんですよ。あと1時間つけっぱなしにするのは寒いんですよ。そういった時にこのスイッチボットを使って10分ごとにつけたり消したりとかをするとちょうどいい具合に温度も寒くない状態になって、で、消費電力の節約にもなるといった使い方をしています。あとスイッチボットのカーテンを開ける機器や照明をつけてくれる機器などいろいろな種類があるのですが、機能もたくさんあってとても便利でおすすめです。カーテンだったら太陽が昇ってきたらその太陽の光や日の出時間に合わせてカーテンが自動で開いたりします。扇風機やエアコンも指定した時間になったらついたりしてくれるような設定もできます。こういった感じでスイッチボットを使って快適に車内で過ごせるような環境を作ってます。ということで今回は IoT についてやスイッチボットの説明の動画でした。質問などありましたらコメント欄よりコメントしていただけるとわかる範囲で答えていきたいと思います。ということで次の動画ではいよいよ車内紹介、ルームツアーのキャンピングカー完成動画をお送りしたいと思います。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。